史上初のオメガバース BL 実写版 ABO デザイアへようこそ。今回は第1話から第6話までのウェンランとガオトゥの関係に迫る。オメガバースの世界観については概要欄に貼っておくのでご自由にどうぞ。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。それでは早速始めましょう。きっかけはたった1枚の紙飛行機。学生時代ウェンランが飛ばした紙飛行機が偶然ガオトゥの隣に落ちた。ぼさっとしてないで早く拾え。その何気ない一言が全ての始まりだった。ガオトゥは S 級であるウェンランに一目惚れしたが、自分はウェンランが軽蔑してやまない卑しいオメガ、彼のそばにいたい一心でベータだと偽ったが、その代償はあまりにも大きかった。フェロモン抑制注射でオメガの匂いを無理やり消すということは体に最も危険な選択、命を落としかねないものだった。二人の間には家柄も天と地の差があった。ウェンランは何不自由ない名家の息子、一方ガオトゥは極貧。ウェンランの父が学校に提供する奨学金制度の受益者であり、夏休みには4つのバイトを掛け持ちしてようやく生活をつないでいた。それでもガオトゥは毎日こっそりウェンランの机に朝食を置いていった。もちろんウェンランはそんな安っぽい添加物まみれの食べ物など口にしなかったし、それが誰の仕業かもすぐに察していた。ウェンランはその気持ちへの返礼としてレモン水を手渡す。あれから10年、そのレモン水が今もガオトゥの部屋に置かれているのを見た瞬間、思わず涙ぐんでしまった。ウェンランのそばにいられるなら、その一心でガオトゥは偽りの友情を装い抑制注射を10年間打ち続けてきた。彼はウェンランの製薬会社の秘書チームに所属し、 CEO であるウェンランをずっと支えてきたけれど、そろそろ体は限界に近い。医者からはこれ以上抑制注射を続けるのは絶対にやめろと強く警告されている。それでもガオトゥはウェンランにオメガ臭いと言われればどんなに苦しくても自分の手でまた針を取った。その気持ち、私は痛いほどわかる。どうしようもない無力感に苛まれるぐらいなら、たとえ生きる時間を削ることになっても今自分にできることをしたい。たとえその先にどんな結末が待っていようとも。とはいえさすがのガオトゥもウェンランがオメガであるファイオンに心を奪われている場面を目撃してしまうと、口を挟むことはできずとも自分の存在価値を疑い始めた。ウェンランはあれほどまでにオメガを嫌っていたのに、ファイオンだけは特別なんだ。そんな言葉を目の前で聞かされ、さらにファイオンとの親密な場面にも何度か遭遇してしまい、心身ともに限界を迎えた。ついに辞職を決意するが、ちょうどその頃会社は金融危機の真っ只中にあった。そんな説、秘書チーム長がふと口にした一言、君がそばにいることでウェンランがどれだけ救われているのか。その言葉にガオトゥは心を揺さぶられ、こんな時期に彼を見捨てることなどできず残る決意をする。だが実はウェンランがファイオンに惹かれていたのではなく、ただ男釣り計画に巻き込まれていただけだった。ファイオンの本当の目的はミスターシエンを手に入れること。しかもファイオンはオメガなどではなく S 級のアルファすら凌駕する存在、エニグマだった。そんなことをガオトゥが知るはずもなく、彼はウェンランが本気でファイオンを好きになったのだと完全に誤解していた。ウェンランもまたガオトゥのことになると妙に感情的になる。毒舌、暴言、怒り、本人は気づいていないが明らかに誰よりもガオトゥを気にかけていた。ガオトゥはヒートになると抑制注射でも完全には消せない匂いの漏れ、発熱のため出社もできなくなる。だから彼はオメガのパートナーがいると嘘をついた。それで匂いがつくのが一番自然な言い訳だった。だがその嘘こそがウェンランを最も苛立たせた。オメガの匂いをつけたまま来るな。お前んちのオメガまたヒートか。オメガと同居しているから俺を部屋に入れられないのか。ウェンランは明らかにガオトゥのパートナーの存在を許せなかった。だがこの段階ではまだウェンラン自身も自分の本当の気持ちに気づいていないように見える。ただどうしようもなく感情が暴走しているだけだった。いつかは終わらせなければいけない。望んでも決して手に入らない。それでも止めることなんてできなかった。せめて友達でいられるなら命を削ってでも願う。ガオトゥの思いが痛いほど切ない。
それにガウトゥには金を搾取する最低な父親、なすすべなく家を出て行った母親、そして長期入院中の妹がいる。妹の医療費を払うため、彼はボロアパートでの生活を余儀なくされ、ヒートのたびに一人で苦しみに耐えてきた。愛する人にいつ嫌われてもおかしくない。そんな恐怖と隣り合わせの日々の中、彼は孤独の渦に沈んでいった。ウェンランは本当は誰よりもガウトゥのことを思っているのにすれ違いばかり。そしてトレーラーではウェンランは自分と一夜を過ごした相手が誰なのか知らないまま、ガウトゥは会社を去ってしまう。後になってファイヨンからその相手がガウトゥだと知らされた。だからこそここからウェンランの本気の追いかけが始まってほしい。今までガウトゥが受けてきた全ての理不尽な仕打ちを吹き飛ばすような愛でようやく報われてほしいと願わずにはいられなかった。私は心の中で思わず奉公していた。これでウェンランとガウトゥの前半戦が終了。 ABO デザイア以外にも特に気になっている BL シリーズはありますか？コメント欄で教えてください。リクエストが多ければダイジェスト版を作成します。また次回お会いしましょう。ではでは。